回の動画は、まずこちらの近所のマルシェでお買い物をして、その後その新鮮な食材を使ってお料理をする様子をお届けします。この隣町のマルシェには必ずと言っていいほど海鮮を買うことを目的にやってきます。牡蠣はこのように種類がとにかく豊富で、サイズや産地などによって値段が分けられています。値段はダースごとに表示がされてあり、例えばこちらだと1ダース12個 4.5 ユーロ、およそ600円になります。このマルシェにはムール貝のワイン蒸しを売られているお魚屋さんがあり、見つけたら絶対に買いたいほどとっても美味しいです。ただ今日はせっかくなので、そのムール貝のワイン蒸しを作ることにします。ムール貝は処理も意外と簡単ですし、自分で作ると節約にもなるのでおすすめです。今が旬のいちごはガリゲットという種類にしました。食材も買って帰ろうかと話していると、お野菜の苗が1つ80セントから1ユーロとかなり安く販売されていました。日本円ですとだいたい100円前後です。苗は先日買ったばかりですが、冬越ししたと思っていたパプリカがどうも育っていないようでしたので、この際新しく植え替えることにしました。ムール貝はできるだけ新鮮な状態で調理をしたいので、先に他の材料を準備しておきます。とは言っても他の材料の準備は簡単で、パセリ、ニンニク、玉ねぎを小さく刻むだけです。ではムール貝の下処理をします。ムール貝はこの時点では生きていますので、食中毒などにならないために調理前と調理後の2回に分けて死んでしまったものを取り除き、食べないようにします。まず下処理の時点では
割れてしまっているものは捨てます。次に、貝が閉じていないものも死んでいる恐れがあります。その場合は、このように殻をトントンと叩いてみます。生きている場合は殻は閉じていきますが、こちらはどうやらダメのようです。次に流水で洗い、殻の表面についている汚れを取り除きます。ムール貝は砂抜きは不要ですので、よく洗ったら最後の工程です。最後は側枝と呼ばれるひげのような部分を取り除きます。とんがっている部分を上にして、この側枝を下に引っ張ると簡単に取れます。お鍋にバターとオリーブオイル、ニンニクを入れ火をつけます。香りが立ったら玉ねぎを入れ透明になるまで炒めます。そこにムール貝、白ワイン、パセリを入れ優しくよく混ぜて蓋をします。このまま5分中火で蒸します。さて、5分経ちましたが、しっかりと殻が開き、ふっくらした身に仕上がりました。あとは塩コショウで味を整えて完成です。この時、もしくは食べる時に貝が開いていないものがあれば、こちらも食べずに捨てるようにします。デザートには市販のパイ生地で手軽にできるミルフィーユを作ります。フランスのパイ生地はこのような棒状のパッケージで冷蔵のコーナーに売られています。丸い形ですので、今回はこちらを長方形にします。生地がひっつくので、少し小麦粉を振って伸ばしました。ここに粉砂糖をまんべんなく振りかけて、パイ生地をキャラメリゼしたように焼き上げます。焼く時間はパイ生地のパッケージにあった通り
210度で10分焼きました。皆さんも市販のパイ生地の焼き時間を参考に焦げないかどうかだけ確認しながらやってみてください。クリームは今回カスタードと生クリームを混ぜたディプロマットクリームを作りました。想像してた以上にとっても美味しそうに焼けました。あとはこの生地を3等分してクリームといちごを好きなように重ねるだけです。ちなみにパイ生地は一番きれいな部分を上の段に取っておくのがおすすめです。こちらでミルフィーユの完成です。あ、できたよ。こちらの動画もご視聴くださりありがとうございました。